はい、どうもゆうすけです。今回は15個の相槌を紹介したいと思います。というのも、日本人ってめっちゃ相槌使うんですよ。めっちゃ。その、英語ってあんまり相手が話している時って喋らないじゃないですか。でも日本語って喋ってる時に相槌していいんですよね。相手が喋ってる間に、はいはいはい、ああ、そうなんですね。みたいな感じで喋っていいんですよ。だから相槌をうまく使えると、もっとナチュラルな日本語が話せるよってことで、今回もうマジでめっちゃ使うし、めっちゃ聞く15個の相槌を紹介したいと思います。まず一つ目は、うん。まあこれ簡単なんですけど、あとは、うんっていうのがあります。まず、うんっていうのは、はいと一緒ですね。はいと一緒なんだけど、カジュアルな感じです。英語で言うと、yeah とか、みたいな、うんみたいな感じ、近いですね。で、軽く、うんって言うだけで、相手にちゃんと聞いてるよっていう聞きの姿勢を見せることができる。私聞いてますよって、うんだけでね。だから、これめっちゃ便利です。はい。で、逆に、って言っちゃったら、否定なんですよ。ノーって意味なんで、いいえ。うんはイエスだけど、って言ったら、いいえなので。まあでも、実際の会話だったら、ジェスチャー見てたらわかると思います。って言ったら、お辞儀するんですけど、って言ったら、首を横に振るので、それは否定、いいえっていう意味です。はい。発音を間違えると逆の意味になっちゃうので、注意してください。で、この、っていう時にコツなんですけど、この、っていう時はもう口閉じててもいいです。口閉じて、って言っても全然おかしくないし、結構こういう感じで言うので、はい、覚えておいてください。はい。で、そして次、そうなんだです。そうなんだ。新しい情報とか意外な話を聞いた時に自然に出てくる反応です。あ、そうなんだみたいな。まあ皆さん今、私が新しいことを言った時に、そうなんだっていうイメージを持ってほしいですね。はい。例えば、昨日富士山登ったんだと言われたら、あ、そうなんだ。知らなかった。そんな感じで使うことができるんですね。で、軽い驚きと、理解が混ざったニュアンスですね。会話をスムーズに続けるのに便利です。で、そうなんだはカジュアルなので、ちょっと敬語っぽく言うと、あ、そうなんですね。こんな感じになります。はい。これをぜひ使ってほしいです。なんですが、そうなんだよね、だよねになると、新しい情報じゃなくて、私も知ってて、その通りだと思うっていう意味になるんですよ。そうなんだよね、そうだよね、とか。これもちょっとニュアンスが若干違うので、注意して使ってほしいと思います。はい、次。これ知ってると思うんですけど、なるほどですね。説明を聞いて理解した、納得したという時に使えます。うん。なんか結構自分にとってためになる話とか聞いている時に、あ、そうなんだ、なるほど、なるほど、みたいな感じで言うことができます。ちょっと知的なんですよね、知的で。落ち着いた印象を与える言葉になってます。ビジネス的な会話だったり、先生、先輩との会話でも自然に使えます。どこでも使えるので万能です。ただし、使いすぎると聞き流してる感が出ちゃうんですね。ちゃんと聞いてなくて、聞き流すっていうんですけど、そのまま流してる。ああ、なるほど、なるほど。って聞いてない感じになっちゃうので、なるほど。ちゃんと聞いてる感じをね、出しながら使ってください。はい、次。次は、へーです。へー。これは、驚き、関心とかね、そういうのを表すリアクションです。トーンによって意味が変わるので、これがポイントなんですよ。高めのへーは素直な驚きです。へー、そうなんだ。みたいな感じなんですけど、低めのへー、これちょっと冷たいんですね。冷たい印象が
出ます。興味ない時とかに私たまに言っちゃうんですけど、へえ、そうなんだ。こんな感じで。これはイントネーション次第で相手への印象が大きく変わるので注意して使ってください。はい、次は確かに。これ俺めっちゃ使うんですけど、相手の意見にそれは正しいねと強く同意したい時に使う言葉です。ちょっと知的で落ち着いた雰囲気が出ますね。確かにそれはあるね。その通りだね。こんな感じで使えます。会話が一気に大人っぽく見えるし、相手からしたら自分に同意してくれるんだって思うので、確かには結構使いやすいし、使ってて、相手もいい気分になれるかなっていうふうに思います。はい。次。そうですね。そうですね。これはさっき言ったやつなんだけど、もっと解説すると、フォーマルな会話でもカジュアルな会話でも使える万能フレーズです。で、考えながら返すときにも自然で、そうですね。で、考えながら、ちょっと間を置くことができます。間を置くことで、柔らかい印象を与えられることができます。例えば、なんか誘われたりするじゃないですか。例えば、上司とか先輩から居酒屋に行こうとか言われて断りたい時に、ごめんなさいって言ってもいいんですけど、そうですね、いやちょっとごめんなさいって言うと柔らかい雰囲気が出て優しい断り方になるので、ぜひこれ使えるかなというふうに思います。そうですねを使うと考える時間も出てくるので、はい。はい、次はそうそうです。そうそう。英語のそうそうじゃなくて、日本語でそうそう、exactly みたいな感じですね。強い同意を表す相槌です。それそれみたいな感じ。そう。それそれも使えます。これも相槌なんですけど、そうそうは、それそれっていうと、結構テンション高いんですけど、そうそうっていうと、そうそう、そうなんだよね、みたいな。なんて言うんだろうな。友達との会話や楽しい話の中で、特に自然に使えて、明るくテンポよく返した方がいいですね。そうそう、そうなんだよね、みたいな感じ。はい、次は、合体させるんですけど、へーと、なるほどね、です。これは、驚きと理解を同時に表すときに使えます。これ結構便利ですよ。へーって最初に言った通り、驚きなんですよ。へーってなるほどねを使うとその後に分かったっていう感じになるので、へーなるほどね、なるほどねも使うことができます。はい。かなりリアルな日本語です。最初にへーとへーと置いて、その後になるほどねで納得する流れが、結構日本人らしさが出るので、ぜひ使ってください。次。わかるです。わかる。共感を示す時の定番フレーズです。それわかるみたいな感じ。相手との距離が一気に縮まります。話を聞きながらちょっと笑顔で言うと相手も話しやすくなります。だから実は俺ちょっとあんまお腹空いてないんだよね。だから昼ご飯まだ早いかなって言った時に、いやわかる。俺もあんまお腹空いてないんだよねって言うと、相手も言ってよかったなって思ったりすると思います。はい。相手が話しやすくもなるし、やっぱ共感してくれると誰だって嬉しいと思うので、このわかるはすごいいいかなと思います。次、それなです。それな。このそれなっていうのはもうめっちゃスラングですね。若者の間でよく使われる共感のスラングです。さっきのわかるとほぼ一緒ですね。ほんとそれという意味です。ほんとそれ。相手の意見に完全同意するときに使います。友達との会話限定でフォーマルな場面では使いません。絶対フォーマルな場面でそれなとか言わないようにしてください。はい。これ学習者が使うとかなり受けると思います。それなって言われると、もうめっちゃ日本人みたいってなるので、ぜひ使ってみてください。はい、次はマジで。マジで。これめっちゃ使います。
驚いたり信じられないことを聞いた時に出るリアクションです。イントネーションを上げるとびっくりした感じに、下げると本気で言ってるみたいな疑いのニュアンスになるんですね。で、男女問わずに使える万能リアクションです。だから、マジでって言うと、本当にみたいな感じなんですけど、マジでって言うと、ちょっと、なんて言うんですか、引いてる感じもありますね。とか、びっくりしてる感じ。マジで。そう。若干引いてる感じかな。はい。次、嘘です。嘘っていうのは、嘘をつくとかの嘘なんですけど、軽い驚きとかを表すフレーズですね。嘘本当にみたいな感じで、続けて使うのが定番です。マジでより少し柔らかくて、可愛い印象になります。女性にも男性にも使える表現です。嘘みたいな。本当と同じ感じですね。really みたいな感じ。はい。次は、すごいです。これよく聞いたことあると思うんですけど、褒めたい時とか、感動した時とか、驚いた時、どんな場面でも使えます。トーンを上げて、すごいというと元気でポジティブな印象になるし、すごいすごいすごいって繰り返すと、さらにリアクションが自然になるかなというふうに思います。はい。もしかしたら日本に来て日本語を話すと、日本人の方が、日本語すごいね、日本語すごいな、言われるかもしれないので、はい。ぜひ、そう言ってもらえるように、これらを勉強しましょう。はい、次。次も、合体なんですけど、へえ、そうなんだ。これさっきの、へえ、なるほどね、とほぼ一緒です。相手に、ちゃんと話を聞いてるよという印象を与えるフレーズです。単に、へえっていうよりも、少し興味を持ってる感じを出せるんですね。さっきも言ったんですけど、へえって低く言うと、ちょっと興味がない感じになるんですけど、へえ、そうなんだっていうと、ちゃんと聞いて理解してますよっていう感じがありますね。会話を途切れさせたくない時とか、相手の話をもっと引き出したい時、そう、相手にもっと話していいよっていう時に、へえ、そうなんだ。私もっと興味あるから、どんどん話して、みたいな感じですね。はい。で、次、最後なんですけど、ふーんです。ふーん。興味がある時もない時も使えるんですよ。便利なんですけど、ちょっと曖昧な相槌の仕方ですね。表情次第で考えてる感じにも退屈そうにも見えるんですよ。相手との距離感を調整したい時に便利ですけど、使い方を間違えると冷たく聞こえるので注意してください。そうですね。ふーん。どっちとも取れるので、ちゃんと聞いてる時にも使えます。ふーん。でもそれはやっぱりジェスチャーとか声のトーンとか顔の表情とかそういうのでわかるかなというふうに思います。はい。今回の動画はここまでです。すごい今回の15個のこの相槌はめっちゃ便利なので、私たちもよく使うし、いろんな人が使ってるから、すごいリスニングのためにもなると思います。はい。で、私たちは今、登録者1万人を目標に、年内ですね、年内に1万人を目標に YouTube を頑張っています。もし今回の動画がためになったとか、良かったとか、いいなって思う方は、高評価、チャンネル登録、コメントの方をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。